さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画で水路をやってきましたので、今回は家の中になります。シロアリ対策をやっていきます。シロアリ対策といってもいろいろあると思うんですね。予防と駆除。現状シロアリが活発に活動してると、もうどんどん食っていってるっていう状態の場合はもう駆除だと思うんですけど、ここの古民家は5年ぐらい空き家だったんですけど、新しい食い跡っていうのはね、あんまりというか全然見当たらないんですね。新しい食い跡っていうのはこう線状にこうなんていうんですかね、粉が吹くというかで、地面にこう新しい木のくずの山があったりとかするんですけど、そういったものはね一切見てないので、おそらくこの最近の活動はないという前提のもと、予防という感じで今回はねシロアリ対策をしていきたいと思います。まずは結構散らかってるんで片付けをしていきます。覚えてますか？これ田の字のここに入っていた柱のかかとの部分ですね。もうここはねもうめちゃくちゃ食われてるんです。やっぱシロアリっていうのはやっぱ下から来るんですよね。これ下の部分はすごい食べられてるんですけど、この上で穴開いてないんですよね。ということはここでピタッとね食えなくなってるんですよね。これ見てるとおそらく湿気がないとシロアリっていうのは食べれないんじゃないかと思います、木をね。でこれが大黒柱。これもこういうことですね。下がこっち側で、これも上は食えてないんですね全然。こういうのを見てると、湿度をためないっていうことも非常に大事だなと思います。巣がねだいたい木の中か地面の中にあって、そこから登ってきてこうトゥトゥとでこう食べていくので、よくねこのコンクリート、これ使い石のところにスーッとねストローみたいな、土のストローみたいなのがついてるやつを発見したら、それは微動ですね。こっから上がってこういう風に上がっていくので、この辺の土とコンクリートと木材の部分の対策っていうのがとっても重要になってくると思います。この土壌の部分ね、土の部分とこのピンコロの部分にシロアリを防ぐ薬を散布していきます。でその前にちょっとねピンコロをしっかりと部屋全体に配っていきます。それでは木部処理からやっていきます。うわっ、乗りすぎた。やっぱ低臭性だから匂いめちゃくちゃ少ないですね。次に土壌処理をやっていきます。20倍希釈ですね。とりあえず全部入れよう。
噴霧器で散布していくんですけど、こういう足元の辺がやっぱり重要だと思うので、この土壌からこの足元ぐらいまでを重点的に散布していきます。これで基礎の部分のシロアリ対策の予防が終わりました。大引きとか根太は張り上がってからやっていくんですけど、ひとまずね土台の部分はこれにて終了ということで、これ床がないのでまあ簡単な作業なんですけど、これ床を張ってしまったらあの作業をねこう床下に潜ってやるって考えると、相当大変な作業になってくると思います。でおそらくこの古民家に対しては今までそのシロアリ対策みたいなことがまあ見たところほとんどなされてないような状況だったので、相当食われてた部分はあると思うんですけども、これでね食われる部分が軽減できたり、全く食われないようになるのが一番いいんですけど、おそらくね何かしらの変化があると思うんですね。相当軽減されるんじゃないかと思ってます。春になってみないとわからないし、これが 2,3 年ね回してみないとわからないんですけど、こういう作業を毎年やってると食われることはほとんどないと思うんですけどね、それを毎年やるってなるとね床が張り上がってしまうとね相当大変なんで、これはね一つ考えものですけど、それも踏まえてね環境を良くしたりする努力をこうミックスでやっていく必要があるなというふうに思いました。次はいよいよ床組みをやっていくんで、ぜひぜひご視聴してみてください。それでは。